毎日お仕事お疲れ様でございます。ゆうちチャンネルのゆうと申します。このチャンネルはですね、レクサス NX を中心としたカーライフ関連のラジオ動画をどこよりもゆるーく配信しております。よかったらですね、チャンネル登録よろしくお願いします。皆さんはですね、車の中で YouTube とかですね、動画系のアプリ見るときはどうしていますかね？おそらくなんですが、Apple CarPlay で使用することができるミレルとか Oddcast とか、そういった Android 端末系の機器を利用しているのかなと思います。そういった系を紹介する動画はですね、今ではかなり見るようになりましたよね。今回はですね、そういったミレルや Oddcast を紹介する動画ではなくてですね、僕が納車の時に設定した HDMI のケーブル端子から Amazon Fire Stick を使って車の中でですね、動画系アプリを利用するにあたってのちょっと残念だったことをお伝えしようかなと思います。正直ですね、僕が納車をするときはミレルとかオッドキャストの存在を僕自身がですね、よく分かってなくて、もう HDMI からの Fire Stick でしか動画を視聴することができないっていう風に勘違いしてたのもあってですね、未だにこの現在の方法で運用してはいます。しかしですね、この運用していく中で Fire Stick で接続する上での残念な点もいくつか発見することができましたので、今回はですね、そちらを紹介させていただこうかなと思います。これからですね、Fire Stick と、見れるオッドキャスト、どっちを自分の車につけようかなと悩んでいる方の少しでもね、参考になればいいかなと思いますので、よかったらですね、最後までご視聴よろしくお願いします。前提としましてですね、今回は NX での検証結果となりますので、他のメーカーのお車ですとか、ナビ機器の種類によってはですね、今回のデメリットが関係ない場合ももちろんありますので、その点はですね、ご理解のほどお願いします。まずはですね、接続の方法なんですが、もう至って単純です。車の HDMI の接続端子に Amazon の Fire Stick をぶっ刺してですね、USB から電源を取るだけとなります。で、前提条件もここにはまたあるんですけど、この Amazon Fire Stick で見る方法は、テレビキャンセラーが車についていないと、走行中に映像を見ることはできませんので、そのあたりはですね、ご注意いただきたいと思います。その点ですね、ミレルとかオッドキャストといった端末ではテレビキャンセラーが必要ありませんので、車内でテレビとかは全く見ないんだけど、YouTube ですとか Netflix、Amazon、そういった動画アプリは視聴したいと思って見える方にとってはですね、もうミレルやオッドキャストはもってこいの媒体ではないかなと思います。またですね、こういった商品はネット環境がないとどちらであっても使うことができませんので、ポケット Wi-Fi ですとか iPhone の携帯のテザリング、あとは社内 Wi-Fi の契約とかですね、そういったネット環境が必須となりますので、合わせてご注意ください。僕の方はですね、いつも携帯のテザリングで対応しております。あとはですね、Amazon Fire Stick の初期設定さえしてしまえば、様々な動画コンテンツが見放題となるわけですね。で、Amazon Fire Stick のいいところなんですけど、まずですね、その Fire Stick 自体の値段が安くて、もう買いやすいっていう点が挙げられると思います。このもの自体はですね、Amazon のセールの期間中ですと、3000円から4000円台で購入することができるのかなと思います。で、逆にミレルとかオッドキャストの場合ですと、クーポンコードを利用したとしても、安くて4万円台から5万円台ぐらいはしますので、その分ね、導入コストが低く抑えられるのは Fire Stick のメリットかなと思います。またですね、リモコンで操作可能ですので、タッチパネルで操作するのとは違って、ナビ画面がね、汚れることがほぼありません。またですね、リモコンですので、助手席の方とか後席の方からも操作が行えます。リモコンもですね、別に画面に向けていなくても、Bluetooth で接続していますので、画面に向ける必要がなく、どこからでもリモコンで操作できるんですよね。またですね、音声操作にも対応している点もメリットだと思います。で、ミレルとかオッドキャストと違ってですね、適合車種を問いませんので、HDMI の入力端子のある車であれば、どの車であっても安定して起動するのもいいところかなと思いますね。そして、ここが HDMI の最大の魅力だと個人的には思うんですが、
YouTube ですとかテレビ番組、あとアニメ系の動画によく適用されている16対9の表示方式をとっている動画媒体であれば、Fire Stick の方がですね、より大画面で表示できるのもメリットの一つだと思います。ちょっとね、口で説明しても違いがなかなかね、分かりづらいと思いますので、映像をね、いくつか撮ってきましたので、そちらをね、見ていただこうかなと思います。16対9の YouTube ですとかアニメとかの表示方式と、あとは劇場版のアニメとかですね、映画関係、そういったシネスコサイズの映像、見比べてみて違いがわかるかなと思いますので、一度ご覧いただきたいと思います。では、どうぞ。ボルザーケマイク端子は途切れた。それを可能にしているのがあの目か。ノルマまであと12分強。死力で逃げ切る。いかがでしたでしょうか？違いが分かったかと思います。Fire Stick だとですね、映画などのシネスコサイズ系の動画は、ミレルとかオッドキャストと同様にエアコンの表示バーの上までしか表示されないんですよね。ただ、16対9の表示方式をとっているテレビ番組、アニメ、あとは YouTube ですね。そういったものは、エアコンのバーギリギリまで、温度調節ダイヤルのギリギリのところまで画面拡大されますので、その分ですね、大画面で映像が楽しめるということですね。Fire Stick のですね、最大のメリットを今お伝えさせていただいたんですが、その分ですね、デメリットもまだあるんですよね。それはですね、ズバリ、トータルで見た時の導入コストがやはり高くついてしまうという点ですね。ミレルとかオッドキャストですと、商品単体はですね、4、5万円して高額ではあるんですが、それ以外のコストがほとんどかからないんですよね。Apple CarPlay 対応車種であれば、基本的に対応していると思います。しかしですね、Fire Stick では、前提としてテレビキャンセラーがまず必須となります。またですね、車を買い替えるたびにキャンセラー装備をつける手間が発生してしまうため、その都度ですね、維持コストがかかってしまうっていうことなんですよね。Fire Stick の方では、地図系のアプリ、Google アプリですとか、Yahoo カーナビとかですね、そういったアプリ等のインストールはできませんので、地図情報はですね、当然純正のナビシステムを使うということになります。システム上ですね、ミレルやオッドキャストのように2画面分割表示、7対3の表示領域とかですね、そういったこともできませんので、そちらもデメリットと言えると思います。それとですね、普段音楽を聴く際、Apple CarPlay で視聴する方にとっては、さらに手間に感じてしまう部分はまだあるんですよ。それは何かというと、携帯の Bluetooth の機能をオンにしているため、車に乗り込んでエンジンをかけると、初回はですね、Apple CarPlay にまずつながってしまうんですよ。なので、YouTube を車に乗って見たいって思った時は、その都度、HDMI に切り替えなきゃいけないっていう点と、テレビキャンセラーをオンにしなきゃいけないという点になります。僕の場合はですね、ディーラーにて純正品をつけてもらったので、キャンセラーをつけた際のナビの不具合とかは出ていないんですが、走行中もですね、映像を見る際はエンジンをかけるたびに毎度このスイッチをですね、押さなきゃいけなくなります。個人的にはですね、これが一番めんどいなと感じてしまいます。毎回乗った時に Apple CarPlay の方から HDMI に切り替えて、ナビキャンセラーのスイッチを押すっていう二度操作が必要になるっていうのがね、これが毎回めんどくさいなと思うんですよね。Bluetooth をオフにしていれば別にいいんですよ。Apple CarPlay につながらないですし、その HDMI の接続の状態のまま保持されるのでいいんですけど、そうするとですね、プライベートで使用している Bluetooth 機器を接続するときは、毎回オンにしなきゃいけなくなるじゃないですか。
なので、もうほんとね、あちらを立てればこちらが立たずみたいな状態でですね、どっちを取るかにもよると思うんですけど、こういった手間がね、発生してしまうのが Fire Stick で映像コンテンツを見る時のデメリットかなと思います。ですので、僕的にはですよ、僕的には Amazon Fire Stick は映像コンテンツに特化して、もう常にね、大きい画面で YouTube とかアニメとか、そういった16対9の表示領域で表示している映像コンテンツを見たい方向け、もしくは Apple CarPlay 非対応の車を持ってらっしゃる方向けになるのかなと思いますね。で、しかしですね、キャンセラーが必要になる代わりにですね、それなりに恩恵もあります。それはですね、走行中であっても助手席の方がナビの操作を行えるという点にあります。これはですね、やっぱ使ってみると意外と便利だったりするんですよね。で、もちろん走行中でもテレビの視聴は楽しめますしね。僕自身はですね、Amazon Fire Stick しか使ったことがありませんので、ミレルとかオッドキャストと比較しての評価はちょっとできないんですけど、僕もね、いろいろ調べていく中で、ミレルオッドキャストでも、正直良かったのかなと思うところはやっぱりありますね。ですので、今後新しい新機種とかが出たらですね、買い替えるかもしれないです。ということでですね、今回は社内で動画コンテンツを見る方法として Amazon Fire Stick のメリットとデメリット、簡単ですがね、お伝えさせていただきました。皆さんはですね、社内にこういった動画再生媒体つけて見えますでしょうか？ミレルやオッドキャストを使っている方、もしよかったらですね、その使い勝手とかメリットデメリットをコメントで教えていただけると嬉しいです。視聴者の皆さんとですね、ぜひ共有させていただきたいと思います。今回の動画がですね、参考になったと思ってくださった方、ぜひグッドボタンで応援してください。チャンネル登録もね、合わせてお願いします。それでは今回はこの辺で失礼させていただきます。ではでは、さようなら。